スタートですか。はい。ニンニク焼き飯の使っている具材と調味料を教えてください。卵でチャーシュー、あとはネギ、あとは刻みのニンニクとあとタレですね。調理するときにこだわっている点だったりとか、ポイントがあれば教えてください。なるべく高温状態で、焼いていくようにしてます。最初の卵ですね、ラードとこう絡むように、でその際に卵を焦がさないように、一番ちょっと苦み出るんで、そこは気をつけて、焼きを入れていくようにしてます。チャーハン結構なんか香ばしいなっていうのが印象的なんですけど、そうですか、ありがとうございます。でパラパラで、鍋の振り方とかね、コツがあったりするんですか？いろんな方の鍋振り見させてもらった中で自分的に大事かなという部分で、香ばしさ出すためにこう鍋肌使う部分、タレをどこに当てるのかとか、パラパラ出すためにでも米粒さんようにこう切るってよく切れって言われたんですけど、そのあたりこう優しく優しくただほぐすようにしっかり全体がこう段階得てこう温まっていくように、振りすぎず振らなさすぎずぐらいでやってます。食感が結構他のチャーハンよりも割とおっしゃってたみたいにお米が結構なんか張ってるなっていう感じがめっちゃしたんですけど、それはお米はいいの使ってるとかではなくて、米をこう切るっていう炒め方がポンポンポンとか叩いたりとかって早くってかあるんですけど、叩くのも叩くでちょっと優しめにするとか、あと炊き方で焼いて最後仕上げる部分はあるんで、ちょっと普通のお米より固めに炊いてるとか、水分多かったらでちゃってなっちゃうんで、水分量はこのぐらいでしましょうっていうちょっとルール決めてたりとか、そのあたりは意識してます。どのタイミングで入れられてるんですか？ニンニクはもう本当最後の方ですね。はい。理由があったりするんですか？基本ニンニク別に生でも食べれるっていうその認識のもとなんですけど、最初から入れると結構焼けちゃう、焼けすぎるとこう匂いが飛ぶのかなって部分ありまして、生とこう火が通り始めてるところぐらいでタレをちょっといくのかいかないのかでこう引き立てる、最後なるべくニンニクの香りが残って、ニンニクが焦げるとそれも苦味になるので焦がさないようにっていう意味でこうちょっと入れるタイミングは考えてやらせてもらってます。チャーハンかなり今日もお客様から注文通ってたと思うんですが、今名物になってるんですか？注文率数字で言ったら 90% ぐらいなんで、その点で言うとやっぱ名物かなと思います。焼き飯の種類もたくさんありますが、一番よく出るのは何になりますか？普通の焼き飯ですかね。次は何になりますか？ニンニク焼き飯をかけていきます。チャーシュー焼き飯が同率ぐらいですかね。今はかなりラーメン屋というより焼き飯メインで来られる方も多いんじゃないですか？そうですね。このノロマ本店さんの、創業はいつになりますか？創業でいうと去年の2月1日からなんで1年ちょっとですね。それの成り立ちってどういった形で？前身の町中華というか、ラーメン屋寄りの町中華なんですけど、そういう業態が存在してて、
それが僕の父がやってたんですね。でそれを僕が引き継ぐような形になって、で僕可愛がっていただいてた、麺屋のロマンという奈良のラーメン屋さんあるんですけど、そちらの方と一緒にちょっと進んでいこうという部分でノロマンという名前いただきました。飯店という名前つけたかったんでノロマ飯店になり、2月1日にリニューアルする形になりました。なので、スープとかチャーシューのタレに関しては全身のものを引き継いで、レシピも基本的には全身のものを引き継いで、そこにプラス商品を、追加していく形で今の業態がちょっと成り立っている感じです。お父様がされてたお店の店名を教えていただいていいですか？それは難波亭です。もうすごい、僕も名前聞いたことがあるもともとの人気店だったと思うんですが、引き継がれる時にこうプレッシャーとかなかったですかね？いや、それはね、なんか全然なかったですね。本当ですか？すごい古いおっちゃんがおったんですけど、そのおっちゃんと結構仲良かったんでちょっといろいろ言ってもらいながらやらせてもらいました。お父さんされてた難波亭さんを何年されてたんですか？オーナーが途中で切り替わったんで、それが6年ぐらいじゃないですかね。全部込み込みで39年になるっていう形ですかね。はい。天津焼き飯の具材と調味料を教えてください。焼き飯の具材は一緒です。卵はもう2つです。あんに関しては自分らで煮込んでる豚骨スープ、これとあとちょっと調味料とか入れて調整して使ってます。焼き飯はその普通にメニューにある焼き飯のと同じ焼き飯ですか？そうです、同じ焼き飯です。それに卵とあんをかけてる。そうです、そういう形です。じゃあ一番のこだわりはやっぱりあんとスープになるんですか？そうですね、もともと甘酢でやった時もあったんですけど、どうせだったら自分らスープ使えたらと思って、もともと焼き飯と合うように豚骨スープも設計してる部分ありましたんで、割と相性良くて、そのまま白あんみたいな形で実現させてもらってます。この豚骨スープはどれぐらい
てって煮込まれてるんですけど、一つのこうセットに関して言えば多分10時間前後ぐらい使う。ただそのスープに関してこう呼び戻し方法になってるんで、ずーっと継ぎ足しの部分になりまして、これが大体39年ぐらいになるスープには一応なってますね。こっちが薄かったらこっちを濃くするっていうあたりで2つで調整します。そのスープはもうこのお店ができた時からずっと同じの使われてる？あ、そうです。ずっと同じです。これが仕込み前のバラ、チャーシューですね。はい。ちょっとずつ2本ずつぐらいいっていきますので。チャーシューのタレも裏にあるんですけど、そっちも継ぎ足しで、そっちも同じ年数なんで39年ほどになる部分はありますね。39年ですか。すごいですよね。僕より年上ですよ。やばいでしょ、投入して。39年間つけられてんのなかなかないです。何キロいってるの？何トンとかいってるんですかね。ずっと継ぎ足し継ぎ足しですもんね。そうです。どんどんやっぱ仕込んでたら詰まっていくんですよ。それをまたこうちょっとかさ増して、それを繰り返してちょっといろいろ取るやってます。この味をずっとこうブレさせないために、その39年間何かこのブレさせないためのこの努力とかってあるんですか？はい、日々同じことをするんですね。違うことはしないっていう。いろんな人も出入りしますんで、そこで自分らでルール決めて、やるようにはしてます。ラーメンに使うタレも焼き飯に使うタレも結局電子焼き飯にもそのタレは入ってきてるんで、そのタレに関しては自分らのレシピでやってます。チャーシューのタレは触れる人間は一部に絞って、スープも触る人間は一部に絞って、ある程度掃除とかしっかり覚えてからそういうことも伝えていくようにしてます。タレに1時間つけたもの。そうつけて、であと1日寝かした。寝かした。スタミナスタミナ焼きそばに使っている具材と調味料を教えてください。野菜は玉ねぎ、ニラ、人参、キャベツ、あともやしですね。あと豚バラ肉、麺がちょっと細麺使ってます。スタミナのタレ、こちらに関しては麺屋のロマっていう奈良のラーメン屋さんがあるんですけど、こちらスタミナラーメン、天理ラーメンから来るものですけど、タレの開発していただいて、でそのタレを使わせてもらってるっていう関係ありますね。すごい先輩44歳か45歳ぐらいの方なんですけど、オーナーにちょっと
可愛がってもらってるっていう関係で、それなんで名前も今ノロマ飯店でちょっと一緒に走らせてくださいという形でやらせてもらってます。細麺っていうのが割と特徴的やと思うんです。この麺を使ってる理由とかはあるんですか？もともと元来出してた焼きそばっていうのがその細麺でやってました。いわゆる卵麺みたいな見た目なんですけど、卵が使われてはいるんですけど、実際ラーメン屋さんとかで小麦こだわってやってはる麺とはまたちょっと違うジャンルの麺になってくる部分で、あとひっつきやすいんでちょっとお持ち帰りとか使いづらい部分もあるんですけど、細い麺にこだわって一応焼きそば出してます。高岡さんとはどこで知り合われたんですか？高岡さんに関しては僕初めて会ったのはタイだったかな。タイですか？日本でやってるはずなんですけど、一緒に遊びに行こうってなったのは、そのタイのその島田製麺所の方の島田さんという方がいらっしゃるんですけど、その人とこの食事の集いみたいなのがありまして、そこにこうちょっと一緒に行かせてもらう形になってそこでぐっと距離は縮まったかなと思います。それで仲良くなって、はい、店名にまでノラマという名前を入れるぐらい。そうですね。リニューアルされるときは、いろいろアドバイスされたりとかあったんですか？商品の内容というよりかはどういうコンセプトでやっていこうかなっていう、あっちはラーメン屋専門なんで、こうラーメン屋専門店としてのこう技術教えてもらいつつ、一度こう掃除とかいろんな面で教育改めて、やらせてもらってるっていう感じです。ラーメンでいうと、はい、焼きそばもラーメンもあるって形で、でもラーメン屋はラーメン屋なんですか？それとも中華屋さん？僕らとしては今まではラーメン屋寄りのなんか町中華みたいになってたんですけど、これからは町中華寄りのラーメン屋ぐらいになりたいですね。他に負けるようなラーメンをやってるっていうつもりでもないので、ただラーメンを激推しできるほどラーメンをスープをこう追求してるかっていうと、もっとやってはる方もいらっしゃるんで、そこのバランスは結構難しく感じてます。焼き飯と焼きそばとラーメンっていう三大よそので、他にも餃子であったりとかいろいろなものを食べれるっていう、結構町中華によったラーメン屋っていうのを目指していってる。そうですね。その部分でこう中華定食とか唐揚げ定食、そのあたりもちょっとやらせてもらってます。少々お待ちください。あっちのタレが沸いてるのを見せる。使っている具材と調味料から教えてください。ニンニクラーメンは豚骨スープベースですね。タレも一緒です。普通の豚骨ラーメンと同じタレ使ってます。と麺が、違います。麺が中太麺で縮れてる分になりますね。ニンニクはペースト状のニンニクと、あと刻み状固形の方のニンニクと、で固形の方のニンニクは最後上に乗せる形で、ペーストの方はスープに入り込む形で、仕上がってます。ニンニクがもうすごい効いてたんですけど、どれぐらいの量になるんですか、一杯あたり。ペーストで言ったらまあ 30g から 40g ほど、刻みの方、刻みニンニク上の部分で言うと 15g 前後かなと思います。このメニューは
好まれる層はどういう方が多いですか？おっちゃんですね。おっちゃんおっちゃんが多いです。休日とかなってくるとこうカップル来られて2人ともこう超ニンニクラーメンとあとニンニク焼き飯とかいうふうにこうニンニク攻めであとスタミナ焼きそばで部分ニンニクの商品なんですけど、攻められる方もいらっしゃいます。その中でもこの超ニンニクラーメンが一番そのニンニク量でいうと一番多いメニューになりますかね？そうですね、もう思いっきり多いです。チャーシューが結構トロトロで美味しかったんですけど、ありがとうございます。チャーシューについてのそのこだわりというか作り方とか教えていただけますか？スープとチャーシューのタレの話になるんですけど、チャーシュー煮込むのもこの豚骨スープで煮込みます。なんで旨味が入ってくる部分はあると思います。であとチャーシューのタレであっちで煮込みます。あんまり両方の時間はそんなに大幅に時間取らずにやってます。でその後醤油につける時間、醤油ベースなんですけど、あっちをタレにつける時間を取ってその後熱取って1日寝かして次の日使用できる形っていう流れですかね。ラーメンで一番人気は何になりますか？基本的には豚骨が通るんですけど、常連さんとかになってくるとちゃんぽんとこう味噌、超ニンニクはアベレージ出るんですけどね。スタミナラーメン奈良からこう認知された方とか、全くお店を知らなかったお客さんが初めて来た時に奈良の天理の名前があるんで、スタミナラーメンに目いってスタミナラーメン注文される方とかもいらっしゃいます。スタミナラーメンはオープン当初からのメニューなんですか？違います。去年の5月頃からやってますね。確かはまたノロマーさんの14年週っていうのを記念して始めたんですか？いや、一緒にエキスポに出たんですよ、万博の。そこでやっぱスタミナラーメン作るのも楽しいなっていうので、チンタンで作ってはるところも多いと思うんですけど、僕らは豚骨で割っていくっていう形で少し違うスタイルでやらせてもらってるっていう